失敗を恐れずにチャレンジする姿勢を持っていますか。当たって砕けろ、近藤勇。幕末の剣士近藤勇が残した当たって砕けろという言葉には、努力して挑戦せよという強いメッセージが込められています。皆さんこんにちは、こんばんは。今回は近藤勇の言霊を紹介していきます。当たって砕けろは幕末の動乱期に生きた近藤勇がその激動の中で恐れることなく前に進んだ姿勢を象徴しています。失敗を恐れず挑戦を続けるという意味が込められており、私たちにも勇気を与えてくれる言葉です。心に響く言霊コレクションではエネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それではまず近藤勇のルーツを探るところから始め、言霊が生まれた背景を探っていきます。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、ハミルです。今日は新選組リーダーの近藤勇さんの言霊について学べるということで楽しみにしてきました。当たって砕けろという言葉は耳にしたことがありますけど、そのルーツとかは聞いたことがないので楽しみです。確かに当たって砕けろという言葉はよく耳にするけど、そのルーツや背景についてはあまり知られていないかもしれないね。では早速近藤勇の初期の経歴を紹介していこう。近藤勇はもともと農家の息子で宮川久次郎という名前だった。けれど武士の道に憧れて剣術を学び始めたんだ。特に天然木神龍という剣術に打ち込んでめきめきと腕を上げていった。その努力が認められて師匠の近藤周介に養子として迎えられ、近藤勇の名を継ぐことになる。当時天然木神龍は江戸でも屈指の名門として知られていて、近藤勇は若き天才として注目を集めたんだ。天然木神龍の4代目として流派を継承することになったのは彼にとって大きな転機だったんだ。ここから本格的に武士としての道を歩んでいったんだよ。農家の出身だったんですね。そして剣術を学び養子になって流派を継ぐってすごく奇跡的な歩みだと感じます。きっとここから新選組を立ち上げていくことになると思うんですけど、設立の経緯や近藤勇さんの立ち位置などについて教えていただけたら嬉しいです。そうだね、近藤勇の人生は本当に波乱万丈だ。早速新選組の設立について話そう。近藤勇は当時の京都の治安を守るために集められた浪士たちの中から仲間たちと共に新選組を結成したんだ。幕末の動乱期、行き場を失った浪士たちは不安を抱えていた。彼はその中で隊長としてリーダーシップを発揮し、厳しい規律を敷くことで組織をまとめ上げると同時に隊士たちの士気を高め、幕府を守るための強固な結束を生み出したんだ。誠という旗印を掲げて幕府側の守護者として特に京都の治安維持に大きく貢献していったんだ。なるほど、リーダーシップにも長けていた人物だったんですね。なんとなくですが厳しい人ってイメージもあります。そうだね、幕末は激動の時代だったから厳しさも必要だったんだ。当時倒幕派と幕府側の対立が激化していて、近藤勇は新選組の隊長として命を懸けて幕府を守ろうとしたんだ。特に有名なのが池田屋事件で、この事件では倒幕派に大きな打撃を与えているんだよ。どんなに時代が変わろうとしても彼は信念を曲げることなく幕府に忠義を尽くし続けたんだ。ここまでのお話だけでも近藤勇さんら芯の通った人物だったことがよくわかります。特に新選組といえば誠の旗印が有名ですけど、この誠にはどんな意味があるんでしょうか？そうだね、近藤勇の信念の中心には誠の精神があったんだ。この誠という字は新選組の旗印にも使われていて、彼が大切にした真心を持ってことに当たるという意味を表しているんだよ。どんな困難な状況にあっても自分の信念を貫き通し、嘘や裏切りを絶対に許さない姿勢が彼の生き方そのものだったんだ。信念を貫き通すって簡単なことじゃないですよね。そうだね、近藤勇は激動の時代にあっても自分の道を決して曲げなかった。池田屋事件の際、近藤勇は隊士たちに向けて必ず生き返り、再び共に戦おうと誓いを立てた。この言葉は隊士たちの心に深く響き、困難な状況でも決して諦めずに戦い続ける原動力となったようだ。彼のこの強い信念こそが仲間からの信頼を集めて
リーダーとしての地位を確立する原動力になったんだ。新選組の大使たちは誠の旗印のもと、近藤勇の信念を共有し、一丸となって戦っていたんだよ。すごい。言葉で人を動かせる人って憧れます。イメージ通りの熱い人物であることも分かりました。次は、いよいよ当たって砕けろという言霊がどういう背景で生まれたのか、詳しく教えてください。当たって砕けろという言葉が生まれた背景には、幕末という激動の時代が深く関わっているんだ。当時の日本は、開国を迫られて国内外で激しい政治的対立が巻き起こっていた時期だ。そんな中、近藤勇は幕府に忠誠を誓い、新選組を率いて治安維持に尽力した。武士としての伝統を守ろうとする一方で、急速に変わる時代の流れに直面していたんだ。黒船来航によって時代が変わっていくことは、これまでの動画の中でも学んできたことですね。時代が変わる中で、武士としての役割も大きく変わっていった、ということでしょうか。そうだね。幕末の日本は非常に不安定で、今までの体制が崩れ、新しい時代を求める声が日に日に強まっていた。幕府の力が弱まり、倒幕派との対立が激化していたため、いつ命を狙われるかわからない状況だったんだ。武士たちは自分たちの地位や信念を守るために、命を懸けて行動せざるを得なかった。そんな状況では、武士たちは常に命を懸けて行動していたんだ。失敗すれば即、死が待っている世界で、逃げることなく戦い続ける覚悟が求められた。だからこそ、失敗を恐れず、挑戦し続ける勇気が何より大事だった。倒幕か、幕府の存続か、どちらが勝っても大きな変化をもたらす時代だったからこそ、挑戦することは命を懸けた重大な決断でもあったんだよ。当たって砕けろという言霊は、こうした時代の緊張感や、武士たちが自分の信念と命を懸けて挑んだ勇気を象徴しているんだ。死と隣り合わせの生活なんて考えられないです。当たって砕けろという言霊の背景についてもっと教えていただきたいのと、新選組の活動や精神について詳しく教えてください。確かに、近藤勇や新選組の大使たちは常に命を懸けて戦っていたんだ。彼らの覚悟はまさに当たって砕けろという言葉に象徴されているね。近藤勇は無名の農民から剣術の腕を磨き、武士として名を挙げた。その後、リーダーとして新選組を率い、数々の戦いに挑んだんだ。失敗すれば命を落とすリスクが常にあったけど、近藤は恐れずに前へ進み続けた。剣士としてもリーダーとしても挑戦を続けたんだ。失敗すれば命を落とすかもしれないのに、どうしてそんなに意志を保って進めたんでしょうか。そうだね。それが近藤勇や新選組の凄さだよ。彼らはただの武士ではなく、幕末という時代の中で、時代そのものと戦っていたんだ。新選組は、倒幕派を討伐し、京都の治安を守るために命がけで戦った。彼らは幕府を支えるという信念のもとに集まり、何があってもその使命を果たそうとしたんだ。厳しい規律の下で、挑戦し続ける姿勢は、まさに彼らの時代に対する強い意志を象徴しているんだ。さっき話した池田屋事件では、倒幕派が計画していた大規模な攻撃を未然に防ぎ、幕府側に大きな勝利をもたらした。ここでも近藤たちは、常に当たって砕ける覚悟で行動していたんだよ。覚悟の強さがすごいです。でも、それを支えていたのは何だったんでしょう？それは、彼らが信じた誠の精神だと思う。近藤勇は、真心を持って自分の信念を貫くことを何よりも大事にしていた。彼らの強さの源は、この誠という揺るがない信念だったんだ。失敗すれば死という過酷な環境でも、信念があったからこそ、命を懸けてでも前に進むことができたんだよ。当たって砕けろの精神について、よく理解できました。この言霊が現代において、どのような意味を持ち、評価を受けているのか、申し教えてください。その前に、まずは近藤勇の最後について簡単に触れておこう。近藤勇は、幕府側として戦い続けた結果、明治維新の流れには逆らえず、最後は新政府軍に捕らえられて処刑されたんだ。彼の人生は、幕府のために尽くした忠誠心と、常に挑戦し続けた姿勢そのもので終わったんだよ。しかし、近藤勇の信念や勇気は、その後の世代にも語り継がれている。彼の誠の精神、つまり真心を持って信念を貫く生き方は、時代を超えて尊敬されているんだ。当たって砕けろという言霊も、単なる無謀な挑戦ではなく、
信念を持って最後まで挑み続ける姿勢を象徴している。なるほど。現代においてもその精神は生き続けているということですね。そうだね。現代において当たって砕けろという言葉は、困難に立ち向かう勇気や失敗を恐れずに挑戦し続ける姿勢を示す言葉として多くの人に勇気を与えているんだ。近藤勇のように自分の信念を持ち、それに忠実に行動することはどんな時代でも大事なことだと評価されているよ。心に響く言霊と出会えてとても感動しています。最後に私たちに活かせることをディスカッションさせてください。もちろんだよ。それでは次のセクションで進めていこう。私たちに活かせそうなこととしてテーマを考えてみたよ。どれか話したい内容はあるかな。失敗を恐れずに挑戦する勇気、信念を持って物事に取り組む姿勢、困難な状況でも諦めずに進む力、仲間との強い信頼関係を築く大切さ、常に誠実であることの重要性。信念を持って物事に取り組む姿勢がいいです。信念を持つって、その本質を理解するのって本当に難しくって、例えば、私はこのように偉人たちの言葉の紹介に携わらせてもらって、見てくださる方に元気を届けられたら、って、自分なりに頑張っているつもりです。これも、信念の一つなのかな。でも、偉人たちと比べると、まだまだ弱い信念なのかな、とか、考えちゃうことがあるんです。それは間違いなく信念だと思うよ。信念って大きなことだけを指すわけじゃないんだ。偉人たちが成し遂げた偉業は確かにすごいけど、彼らも最初から強い信念を持っていたわけじゃないはずだ。小さなきっかけや積み重ねがあって、次第に信念が強くなっていったはずだよ。信念を持つというのは、自分が大切だと思うことを、たとえ困難があっても諦めずに続ける姿勢のことなんだ。近藤勇もそうだったよね。彼が大切にしていたのは誠の精神、つまり真心を持って信念を貫くことだった。幕末という混乱の中で、何度も挫折や命の危険があったけれど、彼はその信念を決して曲げることはなかったよね。それぞれの信念は、その人にとっての真実だから、ハミルさんの思いも近藤勇のように貴重なものなんだよ。確かにそうですね。あと、もう一つ気になることがあるんです。私の友達にも多いんですけど、過去の失敗や罪悪感から目標を決めるというのも信念になり得るものなんでしょうか。例えば、誰かを傷つけたから、これからは気を使って接していくしかない、ということを言っていた友達がいるんですけど、私自身はもっと会話の中で仲良くなっていく方が良いような気がした経験があるんです。それはいい問いだね。確かに、過去の失敗や罪悪感から目標を立てることも一つの信念につながることはあるんだ。人間は失敗から学ぶ生き物だから、その経験を生かしてどう行動するか決めることは間違っていないよ。ただ、その信念が過去に縛られてしまうと、柔軟さを失ってしまうこともあるんだ。例えば、近藤勇も数々の戦いの中で失敗を経験しているけど、それにとらわれることなく次の戦いへと進み続けたんだ。彼の当たって砕けろという精神は、過去の失敗を糧にしながらも、常に前に進む姿勢だったんだよ。大事なのは、過去の失敗に学びつつも、それを恐れて行動を狭めないことなんだ。ハミルさんが言うように、もっと会話の中で自然に仲良くなる方が良い。という気持ちも信念として大切だよ。なるほど。過去の失敗からの学びは重要にして、縛られないことが大事と考えれば、しっくりきました。今後に生かしていきたいと思います。見てくださっている皆さん、他にも4つのテーマがありました。他にも話したいことや、私へのアドバイスなどありましたら、ぜひコメント欄でお話しできたら嬉しいです。今日は、近藤勇さんについて教えてくださり、本当にありがとうございました。ここまでご覧いただき、ありがとうございました。当たって砕けろという言霊に込められた近藤勇の強い信念と挑戦する姿勢について、皆さんも感じ取っていただけたと思います。ここでもう一度あなたに問いかけます。失敗を恐れずにチャレンジする姿勢を持っていますか？今回の動画では、近藤勇がどんなに厳しい時代でも自分の信念を貫き、挑戦し続けた姿勢についてお話ししました。彼の誠の精神は、ただ成功を求めるのではなく、何があっても自分を信じ、挑戦を続けることの大切さを教えてくれます。現代に生きる私たちにも、
そのメッセージは深く響きますね。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。あなたの心に少しでも響いていましたら、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。そして、コメント欄でご紹介した言霊について、やり取りできれば幸いです。それでは、良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊も、あなたの心に響け。